こんにちは、ゆかです。これ、見てくれてる人、どれくらいいるんだろうって思いながら撮ってます。ってのがね、今日は YouTube って難しいよねっていうことをね、話しながら、私なんで YouTube をやってるんだよっていう、どうしてやってるのかっていう話をね、したいなって思ってます。まずね、私、YouTube を始めて、やればやるほどわかんなくなるなっていうのが正直なところ。っていうのが、結構何十本も非公開にしてるビデオっていうのがあるんですけれども、まあ簡単に言うとね、これどれぐらいの人が見てくれるかな。でも私、これについて、まあちょっと喋ってみるか、撮ってみるかって言って撮ったやつが、すごい、私の思ったより再生されて、コメントついたりもしてて、まあコメントついたビデオっていうのはね、まあ非公開にほとんどしてるんですけど、全部非公開になってるか。うん、前のはね。でもそうそう。で、私、これについては、どうしても話したい。どうしてもこれについて伝えたいって思ってなんとなくね、こんなようなことを書こうって、事前にね、スマホにメモして、どういう風な話をしようかなって考えたのに限って、あんまり、なんか、再生されなかったりしててね。そう。だから、なんか、やればやるほど、わかんなくなるなというのが、うん、本当に思ってるところです。で、途中でね、ショートもちょっとやってたんですよ。で、ショートのところから、こっちのね、長編の方に流入してくれるかなとかも思ったけど、ショートを見る人は、もうショートだけをこうどんどんスクロールして、多分ちょっとした時間が空いた時に、暇な時に見るものとして認識されてんのかな、ショートってね。なんかよっぽど役に立つこと、よっぽどその人にとって、その人が必要としてるものにがっつりハマった時でないと、多分、長編の動画見に来てくれたり、チャンネル登録までいかないのかなっていうような風に思って、ショートをまあまあやめたんですけど、なんかね、長編の方も、まあよくわかんない。そう。でね、なんだけど、じゃあどうしてね、この、すっごいビジュアルが良くって、すっごい面白い人生を生きていて、もう見てるだけでエンタメみたいな人もいっぱいいる YouTube で、私、普通に結婚して子供がいる45歳で YouTube やってるかね。そう。今チャンネル登録者が20数名しかいないけどやってるか。そして100本までは、まあとりあえず今年100本出そう。で、チャンネル登録者数1000人まで行くぞとかって言ってね、やってるかっていうと、私、すごく、あの、心の中で迷いながら生きてきてたんですよね。本当に、なんかね、物理的にも国内外、日本国内外っていう意味でね、さすらったりしてたけど、心の中もすごいさすらい続けて、悩みながら生きてきたんですよ。すごい楽しい人生だけどね、ジェットコースターみたいな感じで。なんだけど、その何を求めてさすらってたかっていうと、幸せになりたかったんですよね。ただ幸せになりたい。これ見てくれてる人たちの中でね、多分そういう人っているんだろうなって思ってて、もっと言うなら、ほとんどの人がそうじゃないかなって思ってて、みんな何のために生きてるのかっていうと幸せになりたい。何のために仕事するのかなっていうと幸せになりたい。何のために恋愛してパートナーを探したりとか、
友達を求めたりとかするのか、その人とのつながり求めたりするのかっていうと、やっぱり幸せになりたいってそこじゃないかなって、趣味もそう。なんかね、ありとあらゆるところを突き詰めていくと、なんで私たちはいろんなことをするかの理由が幸せになりたいっていうことなんじゃないかなって思うんですよね。お金が欲しいって言ってる人もそのお金で買えるもので自分が幸せを感じるからお金が欲しいって言ってるわけで、お金を貯めてね、その通帳の口座が増えていくだとかね、それを楽しんでるわけじゃない。実際はそういう風なのが楽しみだって言ってる人も、そこの口座のお金が増えていくことで、要はその人にとっては安心感感じていて、その安心感がその人にとっての幸せっていうのをもたらしてくれたりとかね、やっぱり突き詰めると、私たちがやるすべての行動って幸せになりたいからなんだろうなって思うんですよね。で、私たちがみんな違うから、私たちが求める幸せっていうのは全部形が違うと思う。もう、外に出れば、誰でも自分の顔を知ってもらうぐらいの有名人になりたい。どのお店に行っても、どのレストランに入っても特別待遇をしてもらえて。でも、それが幸せって思う人もいれば、はたや、どこに行っても自分はただ一人の人間として認識されたい。自分の持っているものだとかお金だとか交友関係、関係なく自分っていう人間を好きになってほしいんだっていうふうに願ってる人もいるはず。で、その人のね、ライフステージだとか価値観だとかによって、その幸せの形っていうのも常に変わるけれども、やっぱり私たちって生きてる限り幸せを求めてさすらいながら生きていくんじゃないかって思っててね。で、多分、私、物心ついた時には虐待されてて親との関係良くなかったっていうのをよく言うんですけど、その虐待経験のある人って世の中にいっぱいいると思う。で、多分私のように摂食障害だとか睡眠障害だとかね、もう物心ついた時には摂食障害、睡眠障害があって随分苦しんだんだけれど、でも同じような苦しみを経験したことある人っていっぱいいるね。他にもね、例えば海外留学した人もいっぱいいると思う。10代でたった一人単身で私アメリカに行ったんですけれども、その経験した人もいっぱいいると思う。日本語っていう母国語以外に別の言葉でネイティブレベルでコミュニケーションして仕事するのも自信あるよっていうぐらいまでなった人絶対いる。私よりもっと言語ができる人だっていっぱいいると思う。他にもね、スマホのない時代に海外バックパッカーのようにさすらったことのある人。スマホのない時代だよ。私やったけど、でも他にもいっぱいいるはずね。国をまたいで外国籍の方と大恋愛をした人だって私だけじゃなくていっぱいいるし、きっと駆け落ちして、誰かと駆け落ちした後にまた出戻ってきて、別の人と結婚したなんていうのも私以外にね、そんな経験ある人いっぱいあると思う。いっぱいいると思う。面白い話いっぱい持ってる人って世の中にいっぱいいて、私のその経験って特に特別じゃないと思うんですよね。ただ、その、高齢出産した人も他にもいるし、海外で出産した人も一人じゃない、いっぱいいるしね。あ、でもね、海外のね、高齢出産。私結構これはね、自分でプラウ、誇りに思ってる。
親とかに来てもらわないでね、本当に夫婦だけで乗り切ったから、夫婦と赤ちゃんね、娘ね。そう。だから、それはね、ちょっと誇らしいところはあるんですけど、でもね、そんな経験した人もいっぱいいるでしょ？ただね、その経験を一つずつ組み合わせたとしても、全くその通り同じ経験した人って私以外にはいない。みんな、すごくいい経験、すごく幸せな経験、嬉しい経験、それと同時に、嬉しくなくて、悲しくて、苦しくて、辛くて、時にはこのまま生きてていいんだろうか、いや、そこまで苦しいんだったらもうやめてもいいんじゃないかって、そういう経験ってみんなあると思う。私だけじゃなくてね。本当に、生きている限り、みんな唯一無二の経験をしてきてるでしょ？で、そのことにね、やっぱり私は気づいたし、私はこのいろんな経験の組み合わせで、今まで生きてきて、生かされてきて、こんなことを感じたっていう体験を持ってるけれども、そのね、なんて言ったらいいんだろうな。この、みんなそれぞれの、その人にしか持っていない体験、経験、価値ってあって、私にもそれがあると思っていて、それによって何かで、私はそういったみんなと同じようにいいところも悪いところもいっぱいいろんなことを経験してきて、45年生きればいろいろ経験しますね。そう。そういう意味だけどね、他の人より経験が多いっていうわけではない。みんな同じように経験してるはずだからね、生きていれば何かを。で、私はね、そういうみんなと同じように紆余曲折の人生を送ってきて、でも、今、私は、その幸せに生きているんですよね。今までの人生の中で一番幸せ。で、そこのね、またもっと嬉しいのが、自分の人生もっともっとこれからどんどん良くなっていくっていう肌感覚、感覚がある。で、それでね、この幸せをみんなに分けてあげたいなんて、そんなおこがましいことを言うつもりはないんですね。ただ、もし、もっと幸せになりたいってね、幸せをまだ探している最中の人、幸せの種でもいいからって思ってさすらってる人いるとしたら、きっと私が何か伝えようとしていることが、話がうまくないかもしれないけれど、何か伝わってくれるといいなって思ってるんです。で、私は少し前にね、文章を書くよっていうのと一緒に本も書くよって宣言したんだけど、本当はね、文章を書く方が得意。なんだけど、やっぱり文章を書く人、文章を読む人もいるけれども、それだけじゃなくてね、文章を読む体力、記憶がない人だとか、文章を読むことが人生の一部になってない人にも私を見つけてほしくて、YouTube をやろうって決めたんですね。で、ゆくゆくはね、どこに行きたいのか、どっちの方向に行きたいかっていうと、私コミュニティを作りたい。そこはね、私はこれだけの経験をしてきたから、私のいろいろな経験をもとに作ったノウハウをみんなに活かしてもらえば、
みんなの人生良くなりますよっていう、そういうね、一方的なところじゃなくって、私は私にしかできない経験をして、私は自分なりの学びを得てきて、それを誰かに共有することはできて、人によってはそれをピックアップして、その人の血となり肉となり、その人がより幸せになるための助けできると思う。でも、そのコミュニティの中では、私も先生だけど、私も生徒になりたいんですよね。みんな生徒でみんな先生っていうコミュニティを作りたいの。私も私じゃない人からいろんなことを、どんな人生を送ってきて、どんな体験をして、どんなことを考えて、どんなことを感じてっていうのを聞きたい。どんな学びがあったのかっていうのも聞きたい。それによって私も何かを得たいんですよね。何かを感じたいの。でね、その私の理想としているコミュニティっていうのがね、ちょっとね、元になっているところがあって、私が1ヶ月スコットランドのスピリチュアルなコミュニティに滞在してたことあるんですよね。で、そこではみんながそれぞれ価値のある人間だっていう前提に基づいて、まあそれぞれの分野のプロフェッショナルな方々が自分の知恵を出して、いろんな人たちにいろいろな、トレーニングを授けるっていう場所なんですよね。そこでは芸術だったり、ヒーリングのね、いろいろな、手法があるけれども、ヒーリングだったりだとか、あとは、まあ、瞑想だったり、もう本当にいろいろなものがあるんですよね。話すことでのコーチングみたいな、メンタリングみたいなね、ちょっと言葉でね、説明しようとするとすごく安っぽく聞こえるんだけれども、私が理解したっていうのはね、みんなを理解するっていうのは不可能。私たちは全員違う人間だからね。なんだけれど、自分がたとえ理解できない相手でも、誰かの話を聞いて、その人が、その人の立場で、その人の価値観で経験したことだとか考えたことっていうのを聞くことで、私たちは、その人にとってはそうなんだって合意はしなくても理解しようとすることはできるね。完全に理解できないかもしれないけれども、でも相手を自分と全く違う価値観の持っている人であっても攻撃したりすることもなく、みんなが違うのが当たり前なんだから、お互いがお互いの学びだとかをテーブルの上に出して、必要な人がその学びだとかを手に取れるように、そういうね、みんながイコールな関係のコミュニティ、そういうのができたら素晴らしいなって思うんですよね。私、こんな言い方するとちょっと本当に寂しく聞こえるかもしれないけど、人生の中で多分ずっと縁が切れることなく付き合っていく友達って自分と娘と夫の家族だけかなって思ってて、ちょっとね、寂しく聞こえるかもしれないけど、大丈夫。うん。もうちょっとね、寂しい時もあるけどね。うん。そう。でもね、私、友達ともね、べったりな関係っていうのは、そんなに気づかないし、本当にもう毎日連絡し合うようなお友達っていうのもいないんですよ。
毎日のレベルとかね、もう断るごとにね、聞いてこんなことあってねっていうね、そのお互いに全部を報告し合うみたいな友達はいない。で、でもね、そういうものに映画とか見てすごい憧れを感じたりはするんですよね。ものすごく強烈な憧れを感じる。特に女性だったら、これね、見てくれてる人が女性だったらわかると思うんだけど、女性って例えばね、ショッピングモールだとかレストランとかでトイレに行って、隣にね、いる人が、あ、おしゃれだなって思ったりすると、それ、なんか、おしゃれな、あの、まあ、すごく素敵な服ですね、似合ってますよって言ったり、あと、まあ、日本は少ないのかな、海外の方が多いかもしれないんだけど、あ、その口紅いいねとか、なんかその爪何素敵みたいな、私そういうの好きなんだとか、まあわからないけどね、まあまあ、ちょっと話したりすることってあるじゃないですか。あと、この男性女性関係なく、どこかで偶然出会った人と、すごく深い話できたりすることってあると思う。なんだけど、そういう関係がずっと続くとは限らないですよね。でも、もしね、その私がね、作りたいと思ってるコミュニティっていうのがあってね、出入りは自由で、参加も自由なんだけど、いつでも自分が戻りたいって思ったら、戻れる場所があったらどうだろうって。お互いに友達だよ、友達であって生徒で先生だよっていうふうに、お互いに尊敬を持って、お互いに尊重し合って、お互いに絶対に否定することはなく、とりあえず自分の話を聞いてもらえる場所があったらどうだろう。自分も人をとりあえず受け入れるっていうね、そういう体験ができる場所があったらどうだろうって思って、で、そのコミュニティではね、私のね、構想の中ではね、人が増えれば増えるほど、その学べる引き出しが増えるんじゃないかなって思って、何でもない日常のことについて話してもいいし、例えば英語学習だとか、英語だけじゃなくてもなんかの言語学習にちょっとね、長けてる人がいたら、何かその人とね、みんな学べることもあるかもしれないしね。あるいは、ちょっと難しい哲学的なディスカッション。私はね、そういうのが結構好きで、そういうこの宗教についてだとか、もしね、ありとあらゆる今の善悪だとか、そういうね、法律だとか、そういうのを取っ払って、完全に自由にディスカッションするとしたら、議論するとしたら、これってどういうふうに考えられるんだろう、捉えられるんだろう。これから先10年後とか20年後、30年後、なんなら100年後とかどういうふうにこの社会は移り変わっていくんだろうとかね、そういう話とかもね、できたりとかね。なんかね、そういう場が欲しいの。友達が欲しいのかな。でもね、なんかね、そういう人っていると思うんだ。私、すごく満たされてるんだけど、多分、その、いつでも安心して受け入れてもらえる、いつでも安心して、その自分を開示して、で、何も気負うことなくお互いを見せられてって、そういうスペースがあったら嬉しいな、そういう友達がいたら嬉しいなってね、なんかね、よく思うことがあるんですよね。そう、だからね、そう、ちょっと話飛んじゃうかな。飛んじゃったらごめんなんですけど、あるオンラインビジネスしてる人にね、
もうちょっとキラキラブランディングした方がいいって言われたことあるんですよね、実はね。っていうのが、その人の言ってることも確かに一理あるんですよね。こうやって日本語で発信してるから、日本人の方がたくさん見てくださっていて、きっと私がバンコクでどんな生活をしているかっていうのに興味持ってくれる人もいるだろうし、そのね、まあ、部屋に、部屋じゃない、コンドミニアムに住んでるので、プールに、サウナに、ジムにとかね、そういうのがあるところをね、もっと前面に出して、そういう、キラキラブランディングまでいかなくても、もっとね、優位性を見せた方がいいって言われたことあるんですよね。で、私、いつもね、この服着てるわけじゃないの。このシャツ。もうちょっと、ひらひらとか、スケスケとか、もうちょっと露出があったりする服とかも着るんだけど、あえてこれを着るようにしてるのは、なんかね、ゆくゆくはコミュニティを作りたいんですよ。友達関係みたいに、友達よりももっと深くつながれる、家族のような、ビジネスパートナーのような、ちょっと違う関わり合いのできるコミュニティを作りたいから、私がね、少しキラキラのブランディングをしちゃったらね、多分、見る人によってはね、私、そこの輪に入っていいんだろうかとか、そこのところに、参加するためには、そこにいる人たちと関わるためには、例えば私とだけでもね、関わるためには、もうちょっとドレスアップしないといけないのかしらみたいにね、思われると、それはね、悲しいな、違うんだよなって思うから、そう、あえてね、私はね、すごい、収集がつかなくなって話が飛んじゃって、そう、だからね、そう、そういうね、オンラインビジネスをやってる人にアドバイスをもらったことあるんだけど、私はそういうこともあって、バンコクでこんな生活してますとか、いつもはこんな、キラキラ、ひらひら、もうちょっと、常夏の島で着てそうな服着て過ごしてます。こんな、日々散るってますみたいな、そういうのをね、アピールしたくないなと思ってるんです。うん。っていうのがさ、実際、私がバンコクにいることが強みで、この生活してることが強みって言ったら、その土台で戦おうと思った時にもっともっといい生活してる人っていっぱいいると思うんですよね。確かに今も私恵まれてるし感謝してるけど、でもそこじゃないんだよな、私って。こんなゆったりしたいい生活をしてるみんなもいいでしょ？こうやればできるよとかね、そういうことじゃないんだよな、そう。だからね、要するにね、YouTube はなかなか難しいんだけど、私、ゆくゆくはこういうところを目指してやってるのよっていう話でした。ちょっと、これ以上長くなると、私もちょっと収集がつかなくなるので、いきます。またね、その話もね、いろいろね、ところどころでもうちょっとうまく話せるようになったらしていきたいなとは思いますが、はい、今日のところは聞いてくれてありがとう。じゃあね。